皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。本当にありとあらゆる業界にファーストペンギンたちを派遣する業者さやです。いい業者やん。ミーアキャット×フンコロガシのカップリングにファーストペンギンを投入した。本当にそれさやがファーストペンギンミヤフンいるかもよ。いる？世界広し。はあ、確かにミヤフンはもういるかもしれない。もうそんなん業者として成立できないよ。はい、ということで今回ですね、こちらのさやたが涙なくしては見れないもの。何これこの夏あなたは汗をかく。でも大体の人が大体の人が書くけど汗。あの夏僕は追いかけた、一つの夢を。こいつ裸じゃない？ゲンさんね、着てないよね。なんかじゃない、自分で書いた。忘れちゃったし、忘れたんだ。なんならだってさ、手とさ自転車くっついてない？本当だね。ここがこれ手じゃん。ゲンチャリってこと？ゲンチャだ。やめろ、なんか中学校の時散々言われたワード。確かに。でもほら、青い海、青い空、白い雲見えるでしょ。その中で一番なんか見過ごせねえやつがいるんだ。これ何？知らんけど。そっか。自分で考えなさいよ。考えるのって楽しいから。ということで、はい、今回こちらです。タブレット。クロレッツみたいな。今回やっていく企画はこちら。このタブレット本当にいいのか？知らんけど。どれ？というわけで今回ですね、こちらでございます。わあ、はい、出てきた。今回ねタブレットを使いたいんですけど、はい、こちらが XP ペンのマジックドローイングパッドっていうね、XP ペンが出してるお絵描き用タブレットっていうコンセプトのやつですね。出てるわけです。これってペンついてくるの？ペンついてます。後ろについてる。そう、これスタイラスペンで充電不要のペンがついてくるんですよ。だからもう要はこのまますぐ使えるみたいな。はい。おーっていうタブレットがあって、これなんで今回これやろうかと思ったっていうと、この動画ですね、3COINSのタブレットの動画があったんですが、さすがにあれお絵描きにやっぱしんどいっていう話をしたじゃないですか。あ、そうだね。ゲンさんがメモリーとかスペックの話をいろいろしてくれましたけども、そうですね。でその観点から若干しんどいよねって話をしまして、でもじゃあ iPad は高えよやっぱりっていう、iPad Pro おすすめする人は多いけど、でも iPad Pro やっぱ高いじゃないですかっていう。いやまあそうですね。20万30万とか。じゃあ初心者用タブレットってどこがいいんですかみたいな質問をいただいたんですけど、コメント欄でマジックドローイングタブレットどう思いますかみたいな質問いただいたんですけど、いやスペック見る限り大丈夫だと思いますよしか言えなくて。まあ確かに試してるわけじゃないからね。そうなんですよ。だから今回試そうと思って今回購入したんですけど、我が家にいらっしゃいませ。そうなんです。でせっかくだからと、これねワコムでもこういったタイプのムービングパッドかなっていうのが出てるんですけど、お絵描きタブレット。そうこれ金額がですね、今回買ったこの XP ペンのマジックドローイングパッドが今最新版のやつかなが69,000円。まあすると、やっぱり数年分のお年玉はかかりますね。まあだいぶね、ちゃんといいお値段するものではあるんですよ。やっぱ前回その紹介したのが16,500円の 3COINS の、だから要はあれでかけたらいいよねって思うからみんな。確かにね。でそれのじゃあ次のクラスどんなもんって言ったらもう次多分ここなんですよ。もうこういう系のタブレットで言ったらもうちょっといろいろ幅はあると思うけど、次のクラスに行くとだいぶ性能が上がってくる、10万単位になってくるものになるので、その前の2桁いかない1桁万円で済むもののやつを使っていこうかなと徹底検証思い、さやさんに買ったのがこちらです。せーの、 XP ペンって書いてあるね。これもしかしてこすったらワコムになったりとかしない？これどうしちゃったのかな。検証用だから中古でもあんま変わらんかと思って中古を買いました。もう一個買いました。はい、もう一個来てるね。もう一個来てるじゃないですか。これワコムの僕ムービングパッドの中古を買ったつもりだったんですよ。XP ペンだったんですよ。で中古じゃないですか。動作不良以外は返品は基本はね致しかねます系の、そらそうだよなと思って、マジックドローイングパッド2人でレビュー徹底レビュー。マジごめん。こいつほんとごめん。これマジでごめん。同じ価格帯の違うメーカー、液タブとかで有名な2社を比較しようじゃないかというこう有益な動画になる予定だったんですよ。すごい、確かに。じゃあ頑張ろっか。 XP ペン2代目、やめろ。2代目っていうのは君にとっては1代目だ。よし、じゃあ徹底検証していこうか。ね。あれ、そっちにもあるよ。こっちも XP ペン。たまたま偶然。じゃあやろうね、2代目。
ということでこんな感じでやっていくんですが、お絵かき専用タブレットとして販売してる、そういう銘打って販売してるんですけど、まあアプリがいっぱい入ってて YouTube も見れて、いわゆる普通のタブレットなんですよ。じゃあ第五人格もできる？できますね、おそらく。ごめん、全然今回そこ検証する気全くないから、後で AFK 領地経営もできる？できる。撮影終わったらプレイストアからダウンロードして。ああ確かにね、よし3アカウント目やるか。やりすぎだろ。今回そのメモリで言うと、前回いろいろごちゃごちゃ話して、とりあえずメモリだけは見た方がいいよっていう話したじゃないですか。で前回のそれあれが3コインズのタブレットが 3GB だったんですよね。で今回のこれが 8GB、メモリ 8GB なので、あの時僕が言ってたこのぐらいあったらまあ一旦楽しくは書けると思いますよって言ったラインのちょうどこれがそれですね。スマホよりちょいいいかスマホと同じぐらいでね。でせいさんは今もう初期で入ったメディバンペイントに、これ買った時に初期からアイビスとメディバンが入ってるんだって。新品でもし買ってる場合は無料で使える期間、プレミアムアカウントの中でお試しがあるらしいですよ。クリスタとかもなんか確か3ヶ月とかついてるみたいなことが書いてありました。いいですね。がまあ別に今回案件ではないのですごいサラサラ書いてるから問題はなさそうですね。いやマジで前回これが書けなかったからね。そうなんだよね、前回のコメント欄でいただいてたのが、アイビスペイントでなんかおってなってたじゃないですか。なってたね。それって手ブレ補正がオフになってるからオンにしてマックスにしたらいい感じの線になりますよみたいな、それを入れてないからじゃないみたいなコメントもいただいたんですけど、確かに手ブレ補正をマックスにすれば、線は強制的に綺麗になるんですけど、重いかったりカクつきは結局あるっていう状態でしたね。でただ今回じゃあどうなのかっていうので、前回と同じ濃いペン、僕大好き濃いペン使いますか。じゃあもう全然全くこれが8ギガの力問題なく書けてますよね、多分皆さん見てる感じ問題なさそうじゃないですか。なので前回のやつはやっぱ性能は圧倒的に足りてなかった感じはありますね、この感じだと。そうだね、全然問題なくこうやってサラサラ書けるので、もうすでになんとなく性能としてはだいぶ違いをもう感じますね。もう感じますね、このまま僕はアイビスで書いてもいいんですが、まあせっかくならメディバンで書く。さあ一緒にメディバンしようよ。これ資料写真パラちゃんです。また、好きだね最近。でもパラちゃんじゃない今回書くのはね。そうパラちゃん書くとさ、うちの父親に持ってかれんねん。毎回連絡来るよね、前回のインミンブルーもさお願いがあるんだ、あれパパにちょうだいっていやね、最近なんですけど、今年からさやさんナッピメとか弱きたちの漫画だけを上げるツイッターのアカウントを作ったんですよ。そうコミュニティにはちょこちょこ出してるんで知ってる人はいるかもしれないですけど、よかったらねフォローしてさやさんにね知った激励知ったはしないでください、激励の嵐をお願いしたいんですけど。急に甘くなったの甘いね、それも書いてるんだけど、同時にやっぱり漫画、これ以前ほら言ったさ団子何びっくりしためっちゃびっくりしたよ。陽気な BGM が、いや違う、多分ね待機状態にしているとある配信のページが急に今立ち上がったんですけど、びっくりした今、全部忘れちゃったよ漫画ね。で今ダンデライオンゴーストフレアとさ野脇たちの漫画、でちょこちょこさ、この動画で使う挿絵をさ全部同時進行してんの。まあね、テンション感全部違いすぎてさ頭おかしくなってくるだんだんさ私は今何をしているんだろうみたいな気持ちになってくる。人格が不安定になってきた。ね、人格不安定なさやさんをどうぞよろしくね。思ったより耳ってさ外側についてるなって思ったことない？それはあるかもね。耳目って耳に恨んだことはないけど耳目外側じゃねえかってなったりするよね。石あるあるないよそれで言うとさ、一番さ絵描きの中で一番ヘイトを貯めているさ箇所ってどこだと思う？どこだろう。私ね首からの肩だと思ってるの。首からの肩。なんかこう首の動きっていうの、やっぱ絵描いてる人ってやっぱみんな一回首嫌いになるわけじゃん、なんでお前ここからこう入るのにこっち側にはこう行くねんみたいなさあるよね。一度は私が高校生だったら首切り同好会作るわ怖すぎるな、最近の面白パラ事情の話をした。パラちゃんって夜寝るときに絶対、お歌聞きたいお歌聞きたいってそうやるね。そうですっごいちっちゃい音を聞きながらでそのまま寝落ちみたいなこと結構あるんだけど、この前もパラちゃんがお歌聞きたいっていうか音楽かける、そ
そしたらなんかおもむろに暗闇の中で立ち上がって踊り出してずいぶん今日は陽気なとかっつってね、突然びっくりしたね。いやそれどうしたどうしたどうした、おおおみたいな。あまりに楽しそうすぎてちょっと怒りに怒れなかったよね。そう、あまりに楽しそう、こんなノリノリな我が子を止められるだろうかみたいな。そう踊るのは楽しそうでとてもいいけれど今はねんねしようねっていうよくわからない、ちょっと気使ったそうパラちゃんに気を使った発言をしなきゃいけない空気になってるの、あの瞬間にね。あれちょっと楽しかったよね、みんなが大好きな不透明度下げといたよ。何そのだるそうな幼馴染。ほらあんた不透明度が 100% だからそんなに濃いんだよ。ちょっと下げたらいいんだよ。ほんとあんたって私がいないと全然ダメなんだから。本当にダメだなそいつ。不透明度も下げられるねこうお前。おすーっと下塗り終わった？パーツ分けしてないのかと思ってたから全部しといたよ。幼馴染欲しいマジで住んでてほしい。隣のミリぐらいしか空いてない建築基準法どうなっとんなんていう距離感で立ててほしい。いてほしい。まだ向かい合ってるんでしょ。マジでいてほしい。あ、耳の位置ここじゃないよ。何その親切なセミ。耳の位置教えてくれるセミ。じゃあそうなの。僕私は昔からあまりしないタイプなんですけど、自分のオリジナルで思いついたポーズなのか模写した時のポーズなのか境目が分かんなくなるかもって思って、やがてさやさんってアホだからさ、絵を上手くなるには、模写をした方がいいらしいって、よし、やるぞっつって、いいことじゃん。だけどそこに思考が介在しないから、やった模写した、これはきっと絵が上手くなったに違いないみたいな。パワプロの特訓みたいな話だね。特訓コマンでやりましたみたいな。その感覚ででも描いてる方が長続きはするけどね。てか一回あったんだよな、大学の頃かな、今の自分じゃ描けないレベルのいい感じのポーズ描けちゃったなって時に、それがなんか数ヶ月前に模写したやつだったことがあって、その時なんかすごいねゾッとしたんだよね。だからそれ以降本当にポーズは自分でやるとか人形を使うとか、問題のないポーズ資料集とか、絶対にそれを使うぞみたいな怯えがずっとある。ということで最後まで書いていきたいと思いますが、はい、なんか鉛筆やっぱりメディバンの鉛筆楽しいからなんかこれで終わりたいなっていう気持ちになってきたけど、まあでも今回ちょっと検証だから無駄にレイヤーをたくさん増やして、ちょっと色も塗っていくかという気持ちではあるんですけど、いやゲンさんがメディバンの鉛筆の良さに気づいてくれて、前回のやつも思いましたけど、ありがとうね。はい、というわけでいつも通り、いやなんかまあいつもの落書き以上になんか変にレイヤーを分けちゃったので逆にあれなんですけど、まあ、いつも通り落書きをグリグリ塗っていく感じでやっていこうかという。結構びっくりしたんだよな、ゲンさんのレイヤー。そんなにこれ分かれてんだ。そうこんな分ける必要ないんですよ、本来ないんだけど、でもさ実際使っていくとなるとこれぐらい分けたい人もいるかなと思っておももにしてやろうじゃねえかっていうことね。そう A4 のね 350dpi なんで、これが快適にサクサク動作するんだったらいいよなとか思いつつ、ただねこれ後でも多分言うんですけど、やっぱり若干もっさりする。もうこれぐらいになって後半のそのレイヤーがね、レイヤー増えてきたあたりとかで、ブラシサイズをでっかくするとなんか遅延が発生しておみたいな瞬間が何度かあったので、やっぱそこはあったね。でさやさんはそうさやさんゲンさんとちょっと違うのが、絵のサイズをデータのサイズがこの画面ね、タブレットのスクリーンサイズってやつですね。そう、なのでゲンさんより結構こうデータがちっちゃい、そうですね、軽めのデータにはなってるはず、にして、だけど私もなんかこう、じゃあこの際だからレイヤー効果でめちゃめちゃに遊んでやろうじゃありませんかということでこの後ね珍しくいろんなレイヤー効果をめちゃめちゃ重ねて、なんかオーバーレイだったり、なんだっけスクリーンだっけスクリーンですよだったり、いろいろやってね、いろいろ重ねて、このほら遊んでる、ふわふわさせて遊んでる、ちょっとどのぐらいできるんかっていうことをね。そう。いやいいですね、めっちゃ可愛いなこれ。ありがとうございます。いやすごい楽しかった。やっぱでもこのサイズだと全然気にならなかったって感じかも。わ、真面目、すっごい真面目だった今。恥ずかしい。はい、ということで XP ペンのタブレットでお絵描き終わりました。終わりました。もう見えてますなんかはい、こちらです。せーの、ドーン。
まあ全然普通に落書きしただけでした。普通にそう楽しくお絵かきしただけですね。はい。いやいいねさやのなんかめっちゃなんかよくわかんないけど下にいるやつが鶏みたいな。これは何？なんかいいね。これは平成女児男子です。平成女児男子確かに、平成女児のギラギラゴテゴテ感がある男子ってことね。そうもっとこれね懐かしのねこれパッチンでつける帽子。なんかあったね。あれつけてんだ。あれつけてんの。かわいい。めっちゃ色もいい感じだし。ありとあらゆるレイヤー効果を。レイヤー効果的なね。でもレイヤーこんだけ使ってるけど、全然いけましたね。サイズがスクリーンサイズ。そうこのスクリーンサイズ。解像度が？解像度は300だった気がするけど。本当。そんなにちっちゃすぎないけど、レイヤー数こんだけあって何の問題もなく描けましたという感じで。いいですね。はい、すごい楽しかった。これパラちゃんだから。どこがパラちゃんなのか全然わからんぐらいのモデルにした意味があるのかすら原型残ってない。さっき写真見たけどでもめっちゃいい感じですね。平成女児男子素晴らしい。で僕の方はね、なんかすごいなんかもうこれは今回なんか一応検証にしようと思ってサイズ A4 の 350dpi にしてでっかくしたの。デカデカだね。でそれちゃんと描ければ普通に仕事にも使えるかなと思ってやったんですけど、序盤は全然いけたんだけど一応今回レイヤーなんか無駄に増やしてみたの。ゲンさんめっちゃ多いね。なんか意外かも。そんな多かったんだその絵。いやこれね無駄に増やしてるの。こんな分ける必要ないんだけどみんな分けたい人は結構分けるじゃん。そうだね。そうでやってみたんだけど、全然問題なく描けて楽しくは描けるわけですよ。普通にいつも通りのねこう楽しい絵は描けるんですけど、例えばこれでっかいじゃん。キャンバスが A4 の350だからそこそこ大きいんですけど、基本最初問題なかったのが後半ピクセル数上げてほらちょい描くみたいな感じね。ピクセルでかくするとやっぱり後半ちょっともっさりしてくるかもっていうはあるけど、でも描けるかなっていう。てかさ A4 サイズで描くってもう何かしらに印刷する前提で描くわけじゃない。もちろんそうだね。ただなんかだからこう仕事で納品する時とかはこのぐらいのサイズ感で描いたりはすることも多いと思うので、それで結構レイヤー積んでっていろんなレイヤー効果使ったりとかやっていくとギリギリちょっともっさりしてくるかなっていう。そうだね。がしかし全然問題ないですね。それこそ本当になんかこうちょっとデジタルお絵描きしたいなっていう、でかつこう SNS に上げたりとか、確かにネットで使用するイラストとかねとかだったら全然問題ないというか、すごく普通に全然楽しく描けましたね。描けましたね。だから今僕たちが使ってる iPad Pro とかはもう全然こういう同じ動作しても全くもっさりしたりはしないんだけど、どこまでスペックを求めるかみたいな話になってくるので、タブレットお絵描きでデビューしたいとかっていう人にとってはすごいちょうどいいスペックなのかもしれない。そうだね。ちょうどいい使用感というか、ほぼ問題なく楽しく使えるっていう感じでしたね。これで原稿をやりたいとかだとちょっと大変かもしれないけど、でもそうかもね、漫画の原稿とかをクリスタで何ページも作ってとかなってくると何ページとかを検証したいの分かんないですけど、そうだね。その辺でちょっと苦しくなってくる可能性はあるが、逆に言うとそこまで来た時にようやく買い替えを検討するとかでもいいのかもね。確かに、そのスマホからタブレットでお絵描きしたいよっていうところに入門したいぞっていう、始めたいぞっていう人にはすごいいいモデルなのかもしれないね。いや楽しかった、めっちゃ。ということで検証結果としてはさすがにここまで来ると楽しくお絵描きはできつつも、やっぱりこうでっかい絵とか仕事でもう過不足なくめちゃめちゃ快適にサクサクお絵描きっていうわけにはいかないかなというところではありつつも、やっぱりデータの量に限ってるかなっていうデータサイズというかね、そういうところには依存してきますが、ただタブレットお絵描き始めてみたいという方にはちょうどいい差額感なのかなということではありますが、ちょっとねこれだけでやるとちょっと私のこれ個人的な気持ちなんですけども、iPad ユーザーとして安い iPad って使ったことないんですよ実は。今僕たちが使ってるのは iPad Pro ですが、一番多分安く買える現行の機種が iPad の A16っていうそのモデルなんですけど、それでどれぐらいのものができるのかっていうのをちょっと検証してみたいなと思うので、今回のタブレットは全然楽しくは描けるよと思いつつ、やっぱり Apple ユーザーの人とかは絶対 iPad の方が使いやすいんですよ。UI 的にも。そうだね。あと相性ね、エアドロとかも使えるし、エアドロはね便利なんだよね。Apple Create も使えるとかもあるし、Apple Pencil がありますよとかもあるんで、ちょっとそれも近々検証していければと思います。いいですね。XP ペン2つ使って検証させていただきましたからね今回。2つね。2つあったのでね。じゃあ夏目さんちは2人いるから。確かにね。
同じやつでも、ほらだって今日僕とさやでさ、確かに喧嘩しないですよね。しかもでっかいを描いた僕と、ほどほどのサイズで描いたさや。あ、でも確かにこれを同時に検証することができた。そういうことにしておこうよ。はい。というわけでなかなかに楽しいお絵描きができる道具でした。はい。これはちょっとサブ機として、そうだね。はい、夏目さんじゃちょっとサブ機として使っていけるのかなっていうぐらいの感じではありますね。はい。ちっちゃいからなんかパックに入れやすい。iPad よりはちっちゃいから。そうだね。あと軽い。多少軽さはあるかも。というわけで皆さんも気になった方はぜひチェックしてみてください。はい。じゃあ XP ペンつーこちゃん、これからもよろしくね。つーこちゃん。誰で一つだこいつがつけたらさ。大画面。にはならないんですけどね。